こんにちは、コマ太郎です。さて、前回はアスロックデスクミニに負けない小型 PC を作るぞということで、RGQ というメーカーの小型 PC ケースとその構成パーツの紹介をしてきました。構成パーツはこんな感じです。ポイントになってきそうなのは用意した電源でちゃんと動くかということと 2400G の熱問題をうまく解決できるかというところですね。では早速組み立てていきましょう。PC ケースに搭載する前にマザーボードの主なパーツを組んでいこうと思います。まずは CPU ですね。はい、装着完了です。続いては M.2 SSD を装着していきます。ちなみにですが、装着用のネジはマザーボードについています。毎回 M.2 用のネジが小さすぎて苦戦しちゃうんですよね。装着が終わりました。いつもは M.2 にヒートシンクをつけるんですけど、今回はちょっと熱がどのぐらい問題が起きるかっていうのを見たかったので、このままいきたいと思います。さて、次はですね、CPU クーラーつけていきたいんですが、ここにですね、結構大きな問題がありました。今回使用するこの RGQ のケースなんですが、65mm とかなり高さに制限があるんですよね。で、ここにマザーボードとそのスペーサーがあるので、かなり高さがですね、きつくなってきます。ちょっと実際に見せてみますね。例として、こちらのアスロン 200G についてくるオリファンを見せたいと思います。このぐらいの小ささだと、本当は TDP35W とかそういう CPU 使う方がいいのかもしれないんですけどね。で、実際ですね、このオリファンをつけて装着しようとしてみるとですね、こういう天板をつけた時に、わかりますかね？かなりギリギリなんですよね。というかですね、もうすでに天板にちょっとくっついちゃってる感じなんです。少し傾けるとわかりますかね？こんな感じで、もう余裕がゼロなんですよね。私いろいろな自作してきましたけど、今までで一番余裕がない PC ケースかもしれません。でですね、こちらのオリファンモデル、知ってる人は知ってると思うんですが、非常に小さいんですよね。70mm 角ですし、厚さもですね、測ってみると、だいたい 40mm しかないんです。つまりですね、この PC ケースは 40mm 以下の CPU を探さないと入らないってことになります。40mm 以下の CPU ファンってかなり数が限られていて、結構探すのに苦労します。まあこのオリファン使えばいいじゃんって話もあるんですが、ちょっと 2400G だと冷却性能が足りなさそうなのと、あとはまあこれアスロン 200G についてくるので 2400G を買っただけではこれ手に入らないんですよね。まあなので当然別の何かを探す必要があります。で、いろいろ調べたんですが、2400G の TDP65W に対応できるものとなると、だいたい 50mm から 60mm、どんなに低くても 45mm になっちゃうんですよね。もしくは AM3 まで対応で、別途スペーサーの準備が必要みたいな。で、唯一これはいけそうっていうのが、こちらのですね、ジョンスボー HP400 という CPU クーラーになります。ただですね、こちらのクーラー、日本に在庫がないみたいで、直接海外から仕入れる必要があって、ちょっと時間がかかりそうなんです。そこでですね、まずはこいつでどこまでいけるか見てみたいと思います。こちらはクーラーマスター A30 という CPU クーラーです。こちら Amazon で687円というかなり安い値段で売ってまして、先ほどの 200G のオリファンよりも 10mm でかいので、ちょっと冷却性能上がりそうだなと。取り付ける方法もアスロンのマザーボードの標準のもので簡単に付けられるので、これでやってみたいなと思ってます。ちなみにスペックはこんな感じですね。
TDP 何ワットまで対応っていうのが書かれてないのでちょっと不安なんですが。さて皆さん、私は大きなミスをしてしまいました。わかりますでしょうか？そうです。高さを間違えたんです。実は 40mm 以下と調べたのが A30 を買った後だったんですよね。失敗してしまいました。ですが、このまま終わるわけにはいきませんので、別途こちらを買いました。オールテック製 80mm 角の薄型のファンです。運よく A30 のファンはネジ止めだったので、これに交換してしまえば低くなるなと思いました。しかもですね、風量が 42CFM なので A30 にデフォルトで付いてるファンよりも多いんですよね。薄くてパワーが強いならそれに越したことはないということで、こちらに交換したいと思います。ちょっと唯一の懸念点は RPM がむちゃくちゃ高速なので、音がきっとうるさいんだろうなと思ってます。では、ちゃちゃっと交換していきます。お待たせしました。付け替えが完了しました。早速、マザーボードに装着していきます。まずは CPU グリスです。いつも使っている試験用のグリスを塗っていきます。CPU ファンのコネクタはここにありますね。どんな感じで付けていくのがいいですかね。こういう向きかな。こんな感じで付けていきます。はい、CPU ファン付け終わりました。続いてはメモリですね。4GB2 枚を挿していきます。続いては AC アダプターからマザーボードの電源へ供給するための変換アダプターを装着していきます。まずは24ピンから。これが AC アダプターの接続ですね。一旦置いといて、次はですね、こちらの8ピン電源をつけていきたいんですが、実はですね、この変換コネクタ4ピンなんですよね。なので、別途ですね、4ピンから8ピンに変換するコネクタを用意しました。こちらも Amazon や PC ショップとかで簡単に買うことができます。これでマザーボードの部品はすべて付け終わりました。いよいよ PC ケースに搭載していきます。まずはバックパネル、IO パネルから付けていきます。付け終わったので、いよいよマザーボードを搭載します。搭載完了しました。このケーブル、つかないケーブル邪魔ですね。どうしようかな。やっぱこのケース自体が小さいんで、こういうやつの収納すごい困りますね。ひとまずちょっと一旦この辺に置いておいてですね。次はこの AC アダプターにつなぐコネクター部分をつけていきます。
で、このケースですね、あらかじめもう穴がいくつか開いてるんですね。まあ、好きなところにやれっていう感じだと思うんですが、私はこちらにつけたいと思います。とりあえず一旦仮止めにします。で、最後にこちらですね。パワースイッチと、あとはパワー LED のコネクタを接続していきます。個人的にはこの作業が一番神経を使います。はい、付け終わりました。これで一応マザーボードに接続するコネクタは全部つながったと思います。ちょっとね、配線が今汚いんですが、一旦これで置いておいて、次はですね、いよいよ蓋を閉めていきます。ちゃんと閉まるといいんですけどね。その前に USB 3.0 のコネクタ、マザーボードにつけないといけないですね。今度こそ蓋を閉めます。やっぱちょっとギリギリですね。この USB 3.0 のケーブルがかなり邪魔というか、ちょっとメモリと一緒になっちゃってるのが気になるんですが、大丈夫だと思います。ネジ締め終わりました。ファンも引っかかっておらず、無事に入ることができました。非常にコンパクトですね。最後にこの天板をつけて終わりにしたいと思います。はい、終わりました。完成です。いやー、どうですか皆さん。このコンパクトかつスタイリッシュなデザイン。私の自作史上一番小さな PC に仕上がりました。さて、いよいよ起動します。ちゃんとつくか、いつもドキドキなんですよね、この瞬間。早速ボタンを押してみましょう。はい、ということで無事に起動しました。今 SSD には OS が入ってませんので、この画面で一応起動が完了したということになります。ただですね、1点、パワーランプの付け方どうも間違ってたみたいなので、後ほど直しておきたいと思います。こちらは BIOS 画面です。2400G も認識しています。デュアルチャンネルで 8GB も大丈夫ですね。次回までに OS を入れておいて、実際にソフトを起動させたりしてテストしていきます。特に熱問題を最初に見てみたいですね。明日への生きる活力になりますので、よろしかったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。